はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、お塩について詳しく解説するシリーズの、10回目をやっていきたいと思います。これまでにですね、シリーズで、お塩の種類とか製造方法とか、あとはお塩を取ると、人間の体にどういった影響があるのか、健康効果とかですね、そういったお話をいろいろしてきたわけなんですけれども、今日はですね、じゃあ実際にどんなお塩を選んでいったらいいかですね。スーパーに行って、いろんな種類のお塩が売っていますけれども、その中でもどういった選び方をすれば、体にとっていいものが、選べるかというところをですねやっていこうかなと思います。でお塩はですねやっぱり裏のパッケージ袋に入っていたりすると思うんですけども、そのパッケージの裏を必ず見ていただく必要があります。もちろんそのお塩だけじゃなくって、いろんな加工食品についてもそうなんですけども、必ずその裏のパッケージの裏ですね見ていただいて、原材料には何が使われているのかとか、あとは特にお塩の場合は気にしていただきたいのがこの製造方法の欄なんですよね。これがポイントになります。あとは他の食品でも言えるような、栄養成分が、どういったものが含まれているのかというところですね。はい、でまずはその製造方法のところなんですけれども、まずその製造方法の欄には、原材料と製塩工程、この2つが書かれています。で原材料はですね海水塩であればどこの海水を使っているのか、どこで取水された海水なのかということが書いてあります。日本であってもですね、日本のどの辺りで取れたのかとか、詳しく書いてあるものはそこまで書いてありますね。そして、続いては製塩工程ですよね。製塩工程、これが非常に重要になってきます。でいろんなもの、製塩工程のところで詳しくいろんな工程がありますよというふうにお話ししたんですけれども、濃縮と結晶っていう段階が大まかにあって、その濃縮の中でもいろんな工程がありますと。でさらに結晶する中でもいろんな工程がありますというふうにお話ししてきたんですけれども、だいたいその塩のパッケージ裏見ていただくと、製塩工程のところにはこんな感じで真ん中点で区切って、左側が、濃縮の工程で、右側が結晶の工程で書いてあるものが多いです。なので例えばこのように天日ひらがまと書いてあったら、天日干しでまず海水を濃縮していますと。そしてその後ひらがまで炊いて結晶化していますよと、そういう意味になってくるわけなんですね。なのでいろいろあります。天日ひらがまのものもあれば、よく見るのは、そうですね、逆浸透膜縦釜とかですね、そういったものが結構多かったりします。なのでその組み合わせはいろいろバラバラなんですけれども、大体似たような組み合わせになってくるのかなというところがあります。なので、この左側が濃縮の方法で、右側が結晶の方法だということをまず覚えておいていただくといいかと思います。でその製造工程を見るときに、どういう製造工程がいいのか、どういう製造工程が悪いっていうこともないんですけれども、選びたくないものと選びたいもので、分けていきますと、やはりですね、その製造工程にこのイオン膜と書かれているものですね。これも製造方法の時に詳しく解説しましたけれども、やっぱりこのイオン膜で作られているものというのはですね、電気分解されているわけでして、その NaCl だけを取り出していると
いうものになりますので、そのナトリウム、塩化ナトリウム以外のミネラル分っていうのがほとんど含まれていないお塩なんですよね。なので、それ以外のところを見ていただいてもわかるんですけども、まずはその製造工程のところでもうイオン膜って書いてあったら NG なわけなんですね。NG っていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけども、要はイオン膜っていうふうに書かれている時点でミネラル分があまり含まれて、ナトリウム以外のですね、いろんな本来海の中にあるミネラル分っていうのはほとんど含まれていませんよということがわかります。なので、そういったミネラルたっぷりのお塩を取って健康に役立てたいと思うのであれば、イオン膜と書かれたものは、除外した方が無難かなというところですね。なぜかというと、その健康効果のところでもお話ししましたけれども、やっぱりこの塩化ナトリウムが 99% 以上含まれているようなお塩を日常的に大量に摂取しているとですね、やっぱり体に害を及ぼしてしまうということがあります。なので、あまり私としてはおすすめをしていないといったところですね。前回にですね、その高血圧とお塩の関係のお話もしましたけれども、やっぱりですね、その高血圧の原因になると言われているお塩は、このイオン膜で作られた塩化ナトリウムが 99.9% 以上で、他のミネラル分がほとんど含まれていないお塩のことを指しているんじゃないかなというところですね。要は、ちょっと不自然な食べ物という状態になっているわけなんですね。生成されすぎているというと分かりやすいと思うんですけれども、そういったお塩はやはり、健康にとってですね、ちょっと良くない、部分がたくさんありますので、そういったものを避けたいといったところですね。そのお塩を取っているとですね、ミネラルバランスがやっぱり崩れてきてしまう、特定のミネラルばかりを異常に取りすぎちゃってるといったところが問題になるわけですね。はい、そしてあとはこの繊維工程のところに混合と書かれているもの、これもですねちょっと気をつけた方がいいんですよね。それなぜかというと、この混合っていうのはですね、いわゆる食品添加物が含まれていますよということが、書いてあるわけなんですね。本来お塩っていうのは何も添加する必要がないものなのにもかかわらず、何か別のものをいろんな理由で入れている、添加しているということなので、これもですね、あまりその自然のものではないかなと。お塩本来のものではなくて、ちょっと若干加工がされているということになりますので、これもですね、あまり選ばない方がいいのかなというところはあります。で、繊維工程に関してはですね、このイオン膜とか混合のところだけ気をつけていただければ、あとはですね、そんなに問題ないかなっていうのがありますけど、逆浸透膜とかも特に問題はないんですけれども、やっぱりこれがおすすめっていうものがあります。それは、何かというとこれですね。おすすめは、天日ひらがま、この記載が一番おすすめです。海水塩であればですね、海水塩であればなんですけども、その他にもですね、ちょっとおすすめのお塩抜ち回すとかはちょっと別の方法になってくるので、噴霧とかですね、いろいろあるんですけれども、基本的には粗塩みたいなものを選ぶ場合は、この天日ひらがまという工程が一番おすすめです。これは、本当にですね、海水を汲んできて、それをあらゆる方法で、天日にさらしてその海水を濃縮していって、でそれをさらにですね、釜で炊いていって結晶化していくという方法なので、か
なりですねこれ時間がかかる、手間がかかる、コストがかかるという工程にはなってきます。なんですけれども、昔ながらの製法ですし、海水塩を作っていくにあたってはこの方法がですね、とても美味しいお塩ができるという方法でもありますので、ぜひですねこの工程のお塩を選んでいくといいんじゃないかなと思います。ただですねそのコストがかかっている分お値段も高くなります。でお値段高くなるんですけれども、やっぱりいいお塩、その他の調味料に関してもそうなんですけども、やっぱりいいものを選ぼうとするとそれなりにお値段はかかってきます。なんですけれども例えばですねそのお値段が、お塩の場合結構本当に幅広いので10倍ぐらいするとかいうものもあります。イオン膜で大量に生産された安いお塩に比べたら、こういったお塩っていうのは、本当に8倍とか10倍とかのお値段がするっていう場合も全然普通にあるんですけれども、ただですね、そのお塩が体に及ぼす影響、その後、10年後20年後にかかる自分が払う医療費とかですね、そういったことを考えていくと、絶対にこっちの方が安いと、トータルでですね考えると安いってことが言えるかと思います。であとお塩の場合はですね、高いと言ってもですね、言うてもかなり長持ちしますよね。これぐらいの小さいパッケージに入っていて、何グラムぐらい、100グラムとか200グラムとか、それぐらいの小さいパッケージに入っていて、例えば800円とか、1000円とかするものであっても、それ見ると確かにちょっと高いなと思うかもしれないんですけれども、それ使い切るのにかなり時間かかるというか、かなり持つんですよね。お塩ってそんなにドバドバ使っていくものではないので、そうやって考えると、そこまで高いということもないんじゃないかなというふうに思います。なのでその辺はですねどこかで折り合いをつけていくっていうことが重要かなと思います。私はですね、こういった天日平釜で、少しこのいいものですね、いいお塩っていうのを常備してるんですけども、例えば夏場にですね枝豆にも大量にお塩をかける必要があるとか、ぬか床に大量にお塩を入れなきゃいけないとか、そういった場合はさすがにそのちっちゃい小袋に入った1000円ってやつはちょっと高いなって思うので、少しランクを落としてですね、いい製法なんだけどもう少しお値段安いものとかも売っているので、そういったところでですね用途ごとに使い分けていくというふうにしていってもいいんじゃないかなと思います。はい、そういう形でですね、まず製造方法のところを見て選んでいただくというところ、 NG なのはイオン膜と混合、おすすめなのは天日平釜、これが一番おすすめということですね。これじゃないとダメというわけではないんですけれども、これが一番おすすめです。そして2つ目見ていただきたいのがこちらの栄養成分表のところですね。これはどんな加工食品にも書かれているものなんですけども、エネルギーが何キロカロリーで、炭水化物がどれだけでとか、脂質がどれだけで、タンパク質がどれだけでとかって書いてあるものがあるんですけれども、お塩の場合はですね、この栄養成分表に書かれている内容、内訳としてはほぼミネラルの、内訳が書かれています。で、確実に書かれているのはこの4つですね。5つですね。ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、カリウム。この4つに関しては大体どれも書いてあります。で、それプラス、他のもっとそれ以外のミネラルが入っているものはそれ以外のミネラルも書かれています。そしてですね、あとはこの食塩相当量、これもほぼ必ずと言っていいほど書いてありますね。塩って構成っていうマークが書かれているものが多いんですけども、それはそういったちゃんとそういった機関をですねの認証を得ているお塩ですよというものに構成マークが書かれるんですけれども、その構成マークが書かれているお塩は必ずこの食塩相当量というものが
記載されています。でこれ何かというとですね、食塩相当量というものはですね、その食品に含まれるナトリウムの量ですね。ナトリウムの量を食塩の量に置き換えたものです。なのでこの食塩相当量っていうのはお塩だけじゃなくて、それ以外の加工食品にも結構書かれていたりします。でこれなぜわざわざそのナトリウムの量だけじゃなくってわざわざ食塩相当量っていうのを書くのかっていうのは、いろんな理由あるんですけれども、やはりですね、その前回お話ししたような減塩ブームっていうのがあったりしまして、この食べ物にはどれぐらいの塩が含まれているのかっていうのを知りたい人がやっぱり多いんですよね。で、厚生労働省が出しているその基準とかにも食塩だいたい何グラムまでとか書かれていますし、あと病院とかにもですね、減塩高血圧ですね、減塩してくださいっていうふうに言われる時にですね、1日何グラムまでにしましょうとかですね、だいたいグラムで言われることが多いんですよね。なのでそのグラムを自分で測るためにですね、頭の中でちょっと何グラムぐらいかなって計算するために分かりやすいように、食塩相当量というのが書いてあるんですね。でそれはどうやって表しているかというと、しっかりしたこの計算式がありまして、これに当てはめれば分かるということなんですね。なので食塩相当量がもし書いてなかったっていう場合でも、ナトリウムの量が書いてあればそこから算出することができるということになります。で計算式はナトリウムの量ミリグラムですね、ミリグラムかける 2.54 割る1000です。こちらの計算式で出すことができます。できるんですけど、こんな計算いちいちする人もそんなにいないと思うのであれなんですけども、一応書いてみたんですが、そういったものが食塩相当量というものですね。ナトリウムの量を食塩の量に換算して書かれているものが食塩相当量です。なのでナトリウムの量が多ければ多いほど、もちろん食塩相当量がも多くなるということになりますので、パッと見ですね、この食塩相当量のところを見ればどれぐらいの、ナトリウムが含まれているのかということがわかります。でここポイントになってくるんですけれども、ここ見てもどっちも一緒なんですが、要はですね、その他のミネラル分の量ってじゃあどれぐらいがいいのかとか、じゃあナトリウムどれぐらい入っているのがいいのかとか、あまり良くないのかとか、そういう基準を見た時にですね、食塩相当量の、グラム数っていうよりかはやっぱりこの塩化ナトリウムのですね、量が少ないものっていうのを選んだ方がいいんですよね。成分表を見てですね、この塩化ナトリウムの割合が 95% 以下のものがやはりおすすめです。99とか98とかイオン膜のやつは 99.9 とか 99.8 とかそういう風になってくるんですけども、結構微妙な差で、大体ほとんどがもちろん塩なのでナトリウムなんですけども、もちろん 90% 以上はナトリウムなんですけれども、その微妙な数値の違いですね、 95% なのか 96% なのか 94% なのかとかですね、そのあたりをですねちょっと細かいんですけれども見ていただいて 95% 以下のものを選ぶといいんじゃないかなと思います。要はパーセンテージでですね、このナトリウム、カルシウム、マグネシウム、カリウムっていう4つの、主な4つのミネラルのうちナトリウムの割合がどれぐらいなのかというところです。他のミネラルがどれぐらい含まれているのかというところを見る必要があるんですよね。で、ものによってはカルシウムがいっぱい割合占めているものもあれば、マグネシウムの割合がすごく高いものもあったりとかします。でそれは前回前々回とかにお話ししたように、塩を結晶化する工程によってそれぞれのミネラルがどれぐらいの割合で含まれてくるのかっていうことが変わってくるわけなんですよね。なので例えば
私がすごくおすすめするのはヌチマースという粉々のサラサラっとしたお塩、沖縄のお塩なんですけれども、ヌチマースの場合はこのマグネシウムがめちゃくちゃ多いんですよね。なのでマグネシウム取りたいっていう方はですね、すごくヌチマースおすすめなんですね。はい、そんな形でですね、そのミネラル分の数値のあたりをですね、しっかり見ていただいて、お好みのお塩を選んでいくといったところですね。そういったところを見ていただくのがおすすめです。はい、で、これが当たり前のように書いてあるんですけれども、当たり前のように書いてあると思いきや、実は書いてないものもあるんですよね。その商品によってはですね、そのパッケージにこういう数値も一切書いていないっていうものもあります。で、それなぜ書いてないのかっていうとですね、やっぱりですね、ちゃんとした作られ方をしているお塩っていうのは、もうこんな数値を書かなくっても、その数値じゃなくって、なんていうんですかね、作り手の方の思いとか、そっちの方を重視して書かれているっていうものも実はあるんですよね。なんでこのお塩はこういう場所から採取してきた海水で、こういう製法で、丹精込めて作りましたというふうに、しっかり製造工程のなんていうんですか、図とかまで書いてあるやつとかもありますし、そっちを重視してパッケージに書いてあるっていうお塩もあるんですよね。なのでこれが書いていないからといってダメなお塩とかそういうわけではなくって、これが書いてある代わりに作り手の思いだったりとか製造方法の詳しい、内容とかですね、そういったものが書いてあるものもあります。歴史とかもですね書いてあるものがありますので、そういったもう確実にこれこだわってますっていうお塩であればですね、この成分表書いてなくても塩化ナトリウムの量が少なめっていうのは、なんとなく想像することができますので、そういったところもですね見ていただくといいんじゃないかなと思います。あえて成分表の数値を表示しないっていうのは、もしかしたらその生産者の方の自信の表れでもあるかもしれないというふうにも思います。はい、で、結局何なのかっていうと、おすすめは天日平釜のお塩がよくって、この成分表のミネラル分がたくさん含まれているのがいいですよといったところなんですけども、具体的な商品名っていうとなかなか難しいんですよね。結構いっぱいあるので、本当に塩の種類っていっぱいあるので、海の精とかもいいですし、アグニの塩とかもいいですし、さっき言ったヌチマースとかもおすすめですし、いい塩って本当にいっぱいあります。特に沖縄の離島の辺とか、あとは能登半島の辺とかですね、辺の塩とかはすごくいいものが多かったりします。なのでいろいろですね、インターネットで今どんなものも買えますので、いろいろ調べていただいて、そのパッケージのところにどんな製造方法で作られているのかとか、どんなミネラル分がいっぱい入っているのかとかですね、そういったところを見ながらですね、楽しんで選んでいけるといいかなと思います。で、ちなみにですね、例えばアコウの甘塩とか島マースとか博多の塩とか、いかにもちょっと良さそう、良さげみたいな名前のお塩ってあると思うんですけども、結構有名ですよね。そのあたり有名なんですけれども、私はあんまりそのあたりが好きではなくて、なぜかというとですね、そのアコウの塩とか言ってるんだけれども、取水してるのはアコウじゃないんですよ。メキシコとかオーストラリアとか、そういったところの天日塩をですね輸入してきて、でその輸入してきた天日塩を日本の海水で溶かしてまた加工してるみたいな感じなんですよね。なのでちょっと嘘っぽいなみたいなところがあります。でしかもですね、わざわざ後からにがりを添加しているっていうものもあります。いわゆる混合ですよね。混合っていうものなので、ちょっとなんとなく不自然かなっていうところがあるので、結構良さそうな名前
で有名どころっていうお塩でも、ちょっと裏見ていただくとなんか違うなっていうことがわかるかと思いますので、そのあたりも見ていただくといいかなと思います。はい、そして、今までこの海水塩の話ばかりだったんですけれども、岩塩ももちろんいいものはいいです。で、岩塩ってですね、基本的にこの海水塩に含まれているようなカルシウムとかマグネシウムとかカリウムっていうこの辺りのミネラルは少ないんですよね、海水塩に比べると。なのでこの辺りのミネラル取りたいっていう場合は海水塩の方がいいんですけれども、岩塩の場合はその他の海水塩にはないミネラルがたくさん含まれている商品もありますので、そのあたりですねチェックしていただくといいんですけれども、岩塩についてちょっと言えることとしては、よくですね貧血の方とかが鉄分をいっぱい取らなきゃいけない、鉄分取りたいっていうことで岩塩には鉄分いっぱい含まれていますので、その鉄分を取ろうっていうことで岩塩を選ぶっていう方って結構いたりするんですけれども、それちょっと落とし穴があって、岩塩の鉄って吸収されにくいという特徴があるそうなんですね。なのでせっかく鉄分いっぱい取っても、その鉄ってその種類によって人間の体に吸収されにくいものとされやすいものっていうのがあるので、あまりその岩塩で鉄を取ろうっていうのはおすすめはしないです。なんですけれども、それ以外にも岩塩って本当にいろんなミネラルが含まれていますので、これ物にもよるんですけども、全然含まれてないやつもあるんですけれども、特にですねヒマラヤの岩塩とかは結構いいミネラルがたくさん入っていたりします。なので、ヒマラヤっていうと本当に世界一のパワースポットっていう感じなので、そこでに埋まってるっていうだけでもなんとなくすごそうみたいな感じはするんですけれども、本当にですね、ここにちょっと書いてみましたけど、亜鉛とか硫黄とかマンガン銅、鉄もそうですけどケイ素とかですね、なかなか普段摂取する機会がないようなミネラル分もたくさん入っていますので、このあたりですねちょっと重視していただくといいかな。銅とかあんまり取りすぎると良くないものももちろん入っているので、もちろん取りすぎは危険なんですけども、特に亜鉛とかはですね、これ亜鉛って日本人めちゃくちゃ足りてないんですよ。なので特にこのマグネシウムとか亜鉛っていうのは、日本人の特に女性とかはすごく足りてないので積極的に取りたいミネラルなんですよね。なので、海水塩に含まれているマグネシウムいっぱい取って岩塩に含まれている亜鉛いっぱい取るとか、そういうのはすごくおすすめです。なので、海水塩と岩塩どっちがいいですかっていうことではなくって、日本人なので基本的には海水塩が体に合うということはあるんですけども、海水塩を基本にしつつ岩塩っていうのもですね、ステーキにかけるとすごく美味しいですし、他のそのミネラルとかもたくさん入っているので、料理にの用途によってですね使い分けて、両方ともですねうまく使っていけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はですねお塩の選び方についてお話をしてきました。次回は塩の活用方法とか、保存方法とか、そういったところをお話ししていこうかなと思います。ということで今日は以上となります。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。